オラブナサルです。こんにちは、千葉サラです。皆様明けましておめでとうございます。2023年、お久しぶりでございます。DM くださった方々、本当にすみません。ありがとうございました。で、なんか結構いただいたんですよ。なんか動画待ってます。サラちゃん編集頑張ってください。みたいな。なんかもうすごいね、すっごい嬉しかったの。だけどね、本当にね、余裕なかったの。言い訳。私今回本当に思った。旅しながら YouTube って結構しんどいなって引っ越してさ、ただでさえなんか大変じゃん。でしかも私住んでる部屋を自分好みに整えてからいろいろやりたい人はね、新しい家に入りましたってなるといろいろ物を買ったりいろいろやったりするのがすごい時間かかるっていうはい言い訳です。なんでちょっと新年明けちゃったけどおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今どこにいるかっていうと、那覇に引っ越しました。私ちゃんと一人暮らししたの初めてかもしれない。旅とかもいろいろしたけどシェアハウスとかエアビーとかなんかそういう系だったのね。もう短期で借りますみたいな、なんか別に家具とか揃えなくていいって感じなの。でも今回は本当にちゃんとした部屋を借りました。結構嬉しい。なんかね、一人暮らしずっとしたかったのよ。なんかトイレは何色にしようとか、なんかこういろいろ考えるのがすっごい好き。ベッドすらないのよ今。でも本当に狭い部屋だから収納がないのね。洋服を入れる場所がないのよ。はい、こんな感じで山盛りになってますじゃあこの中にもね服めっちゃ入ってんだよ。ごめんね、さっきね暑いと思って脱いだからね畳めない。ごめんね。普段畳めよう私。はい何のカバーわかんない。下駄箱なんだけど服入れてます。まずさ、洋服しまうとこなかったら床に置いちゃうじゃん。そう、床に置くのだけは嫌なのよ。私はすごい潔癖症で一応綺麗好きです。応急処置として応急処置、はい、そんな状況です。てか私そう太ったよね。めっちゃ太ったと思うわ。めっちゃ正月太りした。まあそんなことはどうでもいいんだけど、そう聞いて。それで新しい家に引っ越しましたって時になんかこう嫌なエネルギーがある時ってちょっと感じる人はね、そう頭おかしいって思われるかもしれないけど本当に感じるタイプなんですよ。でもはっきり見えるわけじゃないから幽霊かどうかはぶっちゃけわかんないんだけど、なんかさ、みんなさ引っ越す時内見するでしょ、内覧。その時にやっぱこの部屋めっちゃいいなって思って決めるじゃん。だから私もここは思ったの。すごい日当たりいいし、まあ狭いけどなんかいい感じみたいな、ここにしようって決めて、でその引っ越すって日が夜だったの。引っ越し業者を頼むぐらいの荷物はなかったから自分で全部持ったのね。じゃあ新居さんお邪魔しますみたいな感じで入ってったら夜だったんだけど、ここどこですかってぐらい昼と全然雰囲気違ったわね。何が違うって言われると雰囲気なのよ。だから気なのよ。なんか初めてだったの、この経験が。なんか今までは引っ越す時夜も全然変わらずいいなーって感じだったんだけど、なんかこの部屋入った時になんか変な感じがしたのよ。なんか大丈夫かな、間違えたかなと思って。でももうさ契約もしちゃったし、なんかやばい家だったら嫌だなと思って。でもあんまりそういうのも別に考えすぎてもさしょうがないじゃん。もしかしたら私の気のせいだろうと思って、そうとりあえず片付けてたのね。そしたら急にうわって寒気がすんの。体の芯からの寒気、風邪ひいた時の寒気と一緒。なんだろう、とりあえずなんか寒いから着ようと思って。1月12でマジ半袖、もうこんぐらい暑いんだけど、これ今ね23度。夜でも結構12度とか13度ぐらいなのね。まあ日にもよるけど、本当にババシャツ何枚も着て、ジジズボンつうのあれ、あったかいやつ履いてね、二重に履いて、そっからモコモコとか着てね、それでも寒いの。要は外の寒さじゃなくて寒気だから何着ても寒いの。大丈夫かなと思ってちょっと怖かったから、とりあえずもう寝ちゃおうと思って寝たの。そしたら2日3日全部夢にね幽霊出てきたの。幽霊っていうか怖い夢しか見なくて、悪夢。そうもう目の前でなんか幽霊に連れてかれる人の夢を見たりとか、おかんと大喧嘩する夢見た。そうなんかあんまり見ないんだけど大喧嘩してわーっつって、もうほんとめんどくさいわみたいな感じで窓を見た瞬間、どす黒いなんかこう空になんか変なのが、なんか長いなんかグレーみたいななんか変なのがこう何匹か飛んでんの。何これと思って。でも寝つきも超悪くて起きてもすっごいぐったり疲れてんの。引っ越したその初日に見た夢なんだけど、なんか目の前に看護師さんみたいな人がいて、看護師さんが自分の息子みたいな男の子かな、その子に声をかけてた。ほら行くよって、早く行くよって言って、で私はそれを後ろから見てた。そうちょっと離れて。てかさ、ごめん、GoPro 落ちたじゃあまださ充電が 20% ぐらいあったんだけど、なぜか落ちた。もう怖いからやめて、ほんと。てか嘘、ごめん、大丈夫。たまにあるからちょっともうなんか映ったりしないでよ、ほんとに怖いな。
ちょっと待って、もう本当にどこまで話したっけあ、そう、看護師さんが、そう、自分の息子みたいな、なんか、おいでって言ってんの。で、そしたらなんか男の子は、って言って、看護師さんの方に、ちょっとパタパタって走ってきたの。そしたら男の子が急にピタッって止まるの。ちょっと前まで、みたいな、こう喜んで歩いてピタッって止まるの。で、私はそれを見てんの。なんか知んないけど。で、私の前にいた看護師さんが、どうしたの？ほら、行くよって言っても男の子ずっと、止まってんのね。で、私も、どうしたんだろうと思って見てて。そしたら、看護師さんが、急に、あなたは誰？ってなんか、言い出したの。そしたら、男の子が、そしたら、ちょっと待って、この音が気になる。これエリーゼのためにだよね。ちょっと待って、エリーゼのためにってなんかさ、ちっちゃい頃めっちゃ怖い。ちょっとやめてー、ほんと。なんか学校の階段とかのさ、音楽室、ピアノで弾かれるのって大体こういう曲じゃなかったっけもうほんと怖い。もうやめて、もうせっかくいい感じに話してたのにさ、もうこの時点で続き話しても怖くないですよ。その男の子ずっとお母さんの方見てたのに、急に私の顔パッて見て、お前は誰だって言ったの。ちょっと待って、鳥肌。なんでここで終わんの？で、私は寝ながら、私が言ってたの。お前は誰だって。寝言で言ってたの。で、起きちゃったの。何今の夢と思って。超頭痛いんだけど、頭痛もしてさ、なんかもうそっから寝れなくなっちゃって。ね、引っ越した当日にお前は誰だってめちゃくちゃ怖くない？夢でもさ、そう。寝つけない時とかたまにね、匂いがね、すんの。顔の横でさ、こう、何かが通んのよ。鼻がツンとするような匂いなんだけど、まあ悪い匂いじゃない時もあるんだけど、そう、しかも私のなんか家の近くさ、川が近いのよ。川とか沼とか、なんかそういう水がある家の近くってさ、なんかこう通り道になるってなんか書いてあったからさ、なるほどと思ってなんでこの話になったんだっけ。なんか頭痛くなってきた。もう怖い。やめよう。まあ、とにかくもうね、家にめっちゃ盛り地を置いてます。そしたらこれガチでね、これ本当の話よ。盛り地を置いたその日から寒気がなくなったの。で、夜の嫌な雰囲気が本当になくなったのね。私ぶっちゃけ盛り地ってやったことなかったの。母親がたまにやってるのを見たことあったよ。ちっちゃい頃とか。本当に効果あんだと思って。まあでも盛り地もやり方があるみたいで、なんかその部屋に悪い霊とかが住み着いちゃってて、その場合でなんかこう盛り地を1234一番端っこの4箇所に置いちゃうと、その悪い霊を閉じ込めちゃうんだって。結界張るみたいな感覚だから。だから逆に盛り地が悪い時もあるって書いてあったの。そうだから、そういう場合はお祓いしてからやるって感じなんだけど、昼ってすごいいい感じがするから、この部屋ね。だから昼にもう部屋でお香を焚いて日本酒も飾って、で盛り地を置いたの。悪い雰囲気がない時にやったの。そしたら夜も全然なくて、そう、私初めて盛り地を信頼しましたそう、まあ分かんないけどね、本当に効果あるか分かんないし、本当にそういうのがあんのかないのかも分かんないけど、だいぶ体の調子もいい本当に寝つけなかったし、なんかもう本当に引っ越した初日、左肩がズーンって重かったの。だからそういうのを信じない人からしたら、なんかもうバカな話してるって思われるかもしれないけど、マジであるなって私は思った。なるべくね、家をいい感じにしたいと思って、努力してます。なんか風水とかさ、ぶっちゃけ私もさ、あんまり信じてなかったんだけど、運が悪い部屋だと集まるらしいから、わかんないけど本当かどうか。なんか風水的に観葉植物いいって言うじゃん、よく。まあ何にしようかなって考えてたの。そしたらなんかこれが一番最強のなんか観葉植物らしくて、そう、ミリオンバンブーって言って葉っぱが生えてくんだけど、どんどんそう、めっちゃ可愛いと思って、近くの花屋さんで売ってたからラッキーと思って買いました。超可愛くない？めちゃくちゃ気に入ってんだけど、日に当てなくても育ってくれるみたいで、めっちゃ楽じゃんと思って日に当てないと枯れちゃう植物って結構枯らしちゃってたのね、ずっと今まで。移動させたりするのさ忘れちゃうじゃん。めっちゃ楽だし超可愛いし、すげえパワーの持ち主だったらさ一番最高じゃんと思って、そう気に入ってる。とりあえずなんかもう風水おばさんみたいになりそうで怖いけど、ちょっとそこまではしないよ。がっつり風水的な部屋って私もあんま好きじゃないから。まあでも風水とかいろいろ見て、これいいんだあれいいんだっていうのをまあいろいろなんか取り入れて、自分がいいって思うのだけをしようかなと思う。玄関にもね、こうやって盛り塩と清め酒
でさ今からね料理しようと思ったけどね、撮影始まっちゃって、じゃがいもさん放置です。てかお腹すいた。なんかやっぱばあちゃん家にいる時のさ食生活とさ一人暮らしの食生活って絶対変わるじゃん。なので本当に最近悪かったの、食生活だからね、もう本当に野菜を食べなきゃと思って温野菜のチンするやつとか買って、今からね、はい、温野菜作ろうと思います。ちょっと待って、今何分撮ってんのこれ。いやでも終わらせたらあれだ、ちょっと本当怖い話して終わっちゃったになるから、とりあえず温野菜を作りたいと思います。いやマジで一人暮らしするにはやっぱりさ、気をつけなきゃいけないのは栄養不足、それだけはもうなんとか気をつけなきゃっていうことで、はい、緑黄色野菜を取るように心がけます。結局さ、なんか食べやすい野菜ってさ、ほとんど白いもの多いじゃん。玉ねぎとかキャベツ、葉っぱ類ね。意外とナスもさ、中が白いから緑黄色野菜じゃないって言われたことあったのね。色がついてる野菜って結構選ばないと買わないなって思った。そうだからもう今回は色で色で買いました。そう、なんかやっぱ色がついてる野菜をちゃんと食べるのが大事みたいで、そう今日から温野菜生活。マジ太ったからさ、野菜食べないとね。ということで、はい、作っていきたいと思います。作っていくっつうか切るだけだけど、マジで一人暮らししてからさ、喋る相手がいないから、なんかもうすごいね、めっちゃ喋ってんね今日。ちょっとうるさいね。こういう安いなんか家賃のとこ住むとさ、キッチンが狭かったりするじゃん。キッチン狭いとさ、料理って作る気なくなるじゃん。私はそうなんだけど、そうならないように、本当に今日みたいによし料理すっぞって時は作り置きっていうの、なんかすぐ食べれるように、はい、しようと思います。今日はもう特にネタがないんだけど、なんか久々すぎてさ、なんかちょっと喋りたいんだよね。てか皆さん、今年の目標はどうします？どうしよう。今年の目標は、てか GoPro 落ちた。またもうやめてよ、ほんと。 iPhone に変えました。もうほんとね、 GoPro マジ使えない。私 4K で撮る人だからさ、 4K 撮れるくせにさ 4K に追いついてないのよ。カメラが熱くなりました、電源落としますとか言って、とにかくたまに物音するの怖いんだよね。で何の話してるか本当に忘れ。もう途中で本当落ちるの本当にやめてほしい。どうしよう、なんかちゃんとしたカメラ買おうかな。なんか私結構その 4K で撮りたい人だから。てか多分時代的にこれからどんどんそうなっていくな。4K が当たり前みたいになるから、今のうちに 4K で撮っていきたい。だからちょっと iPhone じゃさ、やっぱ画質悪いからさ、iPhone もね良くなってはきてるけど、やっぱり YouTube にアップするとちょっとね画質落ちるっていうか、ちょっと暗かったんでライトつけました。家借りるのもぶっちゃけね、すごい勇気がいったんだよ。2年間住まなきゃいけないっていうプレッシャーがあったのね。最悪那覇が合わなかったらさ、2年もきつくねと思って。宮古島もいいとこだったけど、ちょっと私にはあんまり合わなかったっていうか、すごいいいとこだよ本当に。だからなんか3ヶ月で出ちゃったけど、だからそうなるのが怖かったのね。勇気振り絞ってね契約しました。でもやっぱりね、住めば都で、私絶対さ、住む、その海外とかもそうだけどさ、一回住むとやっぱり気に入る傾向があるっていうか、どこでもね、いいとこを探すのが得意なのかもしれないけど、その場所のね、80% ぐらい好きになってたから、住んだら。大丈夫でしょうと思って。楽しさはわからないけど、まだ遊んでないからちゃんと。でも本当に住みやすい。私もうほんと寒いのが無理だから。気候がさ、合うだけでもさ、やっぱり生活しやすいから、体が元気になる。そう、それすごい思ったの。毎年冬になると太る人がね。だから寒いとさ、やたらとさ、なんかもうストレスで食べたくなっちゃうの私。なんか満たしたいみたいな。なんかもう寒い、本当に無理、みたいな。ちょっと本当に太ったな。20顎やばいんだけど。痩せます。私大丈夫、すぐ痩せるから。自分の体のコツ知ってる。愛知帰った時に、これ太るわと思って覚悟してた。そしたらマジで太る。那覇はだから1年以上いるかなと思って。住みやすいってさ大事だよ。お弁当箱みたい。かわいい。このかぼちゃメキシコ産だって。安っ、126。かぼちゃって硬かった。切れません。てかさ、100均の包丁だから切れないんだけど。怖い。あれ、かぼちゃって一回温めるんだっけ？温めた方が切りやすいよね。それすらめんどくさいからさ。もう取れなくなっちゃった。誰か助けて。なんかこう、料理ができる彼氏にさ、ちょっと貸して、みたいな感じでやってもらえるとさ、キュンとするよね。
今年の目標なんだろうな。とにかく今は部屋を片付けたい。部屋はね、毎日綺麗にする。トイレ掃除も私ちゃんと毎日やってるからね、偉くない？お風呂もちゃんと入った後ね、ちゃんと掃除するんで偉くない？とりあえず部屋を綺麗に保って、そう。あと今年の目標はちゃんと YouTube をアップします。本当にネタがないのよ。ぶっちゃけ言うと。そう、だから宮古島に行った時もさ、もう、日本だから言うてもなんかこうワクワク感があんまりないというか、なんか私さ結構ストイックなのかな、自分に。なんか言葉が通じない国でそれをどう乗り越えるか、それが解決した時によかったーってさ、例えば飛行機とかチケット買う時とかもね、なんか道を聞く時とかも言葉が通じない人に伝わったそれを優しく教えてくれた優しいこの国の人が、なんかそういうのが好きなの。なんていうの、刺激が足りない。そう刺激がなさすぎて、正直ね。こんな感じか、とりあえず。はい、完成しました。今日のご飯です。いつでも食べれるように、はい、こうやって切っといてます。私ももう今年何歳？私。32か、こっち。体にいいもの、肌にいいものをちゃんと食べなきゃなと思って、フルーツも取るようにしてる。お腹すいた。カップラーメン食べたい。あと昨日ね、漬けておいたの。セロリのめんつゆ漬け。これ美味しいんだ。お決まりのキヌア。ブロッコリーの色いい感じ。じゃーん。まだ硬そうだけどな。今年の目標は、初の一人暮らしということで、体を大事にする、緑黄色野菜、フルーツをしっかり摂ること。自分が心地いいと思える部屋を、作って、ちゃんと掃除もしていきたいと思います。あとは、喋るのが好きだからさ、今年、ライブ配信してみようかなってちょっと考えてんだよね。ライブ配信ってさ、なんかちょっと、あんまり慣れてないっていうか、登録者さんもそんな多いわけじゃないから、集まんないかもしれないけど、とりあえず、気になること、興味あることはどんどんやっていきたいと思います。はい、ということで今回の動画見てくださってありがとうございます。次回の動画を見てくれたら嬉しいです。またねー。アディオース。ことよろ。